はようございます。今日も息子のおむつ替えから一日が始まります。白湯を飲んで落ち着きます。今朝は息子もご機嫌で、ゆっくりと過ごせています。日々仕事に追われていますが、だんだんと育児にも慣れてきて、両立できるようになってきました。毎日寝不足ということを除けば、楽しく健康に過ごせています。着替えさせて、朝のミルクを与えて、しばしの間、戯れます。隙間時間で、リビングで作業して、ぐずってきたので、寝かしつけます。休日の朝の過ごし方はいつもこのルーティンです。寝かしつけた後は、自室で30分から2時間ほど集中して作業しています。このゴールデンタイムを有効活用するために、自室は快適な作業空間にするように心がけています。本日はそんな育児と仕事に勤しむ社畜の作業部屋を紹介いたします。ここが僕の作業部屋です。広さは4畳とコンパクトですが、ここに自分の荷物や仕事の道具などすべて集約しています。将来的には息子に明け渡す予定なので、それまでは自分の好き勝手に活用します。この部屋は窓が2面にあって明るいです。狭いですが、息苦しさもなく、気持ちも若干明るくなるので助かります。部屋の隅には鏡を置いています。突っ張り棒で設置するタイプなので、小スペースでも設置可能です。上部にはジムの会長からもらったコンビネーションのメモを貼っています。隙間時間でトレーニングしています。エアコンは安価な白熊くんです。ポストカードを貼る場所として活用しています。床にはトレーニング器具を置いています。以前は24時間のジムとボクシングジムの両方を契約していましたが、育児で忙殺されたため、24時間のジムは解約して、自宅で筋トレをしています。ダンベルは WE ジムというメーカーのものです。海外の商品のため、少々値が張るのと、重量表記がキロではなく、ポンド表記のためややこしいですが、部屋に馴染むカラーと形状をしているので気に入っています。今後子供と走り回る未来が待っているので、トレーニングを継続して体力維持に努めます。続いて、クローゼットの中を紹介します。狭いですが、衣類や荷物をぎっしりと詰め込んでいます。衣類は基本的に黒色ばかりですが、最近明るい色味を取り入れるようになりました。好みやトレンドも移り変わっていくので、合わなくなった服はメルカリで売って手放して、常に気に入った衣類だけをかけています。クローゼットの上には家族写真や大事な書類を置いています。クローゼットの下部分には袋やガジェットの箱を保管しています。大きめの機材も収納しています。これは照明に使用するアンブレラです。ストロボの光を回り込ませて柔らかいライティングにすることができます。
ちらはストロボです。ストロボはゴドックスを愛用しています。比較的安価で小さく使い回しやすいのでおすすめです。こういった機材を活用して自宅で自主制作の作品撮りをしたり、ポートレート撮影もしています。4畳の狭い空間でも工夫次第でフォトスタジオみたいなことができて楽しいです。その横には収納ボックスを置いて、ハンカチや使用頻度の低い機材を入れています。これらの収納ボックスはすべて無印良品で統一しています。続いて部屋の反対側を紹介します。部屋の隅に Amazon で買った安いコートハンガーを設置して、ここにカバンを引っ掛けて収納しています。ジムに行くとき用のでかいバックパック、カメラ機材を持ち歩くとき用のカメラリュック、通勤用のコンパクトかつ収納力もそこそこのバックパック、ちょっと近所に出かけるときにさらっとかけれるカメラショルダーバッグ、シンプルな黒のレザーのトートバッグ、カメラを肩掛けするとき用のストラップ、その下にはボクシング用品を置いています。かれこれ12年ほど通っていまして、道具も大切に扱っています。グローブはウィニングの8オンスを使用しています。シューズはボクシングシューズではなくレスリングシューズを着用しています。レスリングシューズはグリップ力が高くて底がすり減りづらいので練習に適しています。グローブの中は汗で蒸気を逸した臭さになるので、練習後にリセッシュをしてシューズ乾燥機でカラカラに乾燥させて菌を抹殺し清潔に保っています。息子がぐずったので一時中断してあやします。最近この世の終わりくらいの勢いで泣くので戸惑います。ミルクを与えて落ち着きました。気を取り直して部屋の紹介を再開します。収納として無印のラックを置いています。配置するボックスによってカスタムできて自由度も高く便利です。2段目と3段目は書籍を収納しています。過去に自分が掲載された雑誌を思い出として大事に保管しています。YouTuber としてダヴィンチに掲載されたり、本業の方ではたまに広告雑誌に名前を掲載させていただいています。その他にも広告のデザインやアートディレクションに関して記された書籍を買って日々勉強しています。僕自身も肩書きとしてはデザイナーではなくアートディレクターとして働いています。同業のアートディレクターの活躍している書籍やアートディレクションとは何ぞやということが紐解かれた書籍などを時間を見つけてインプットするようにしています。気になった箇所や学びになった箇所は律儀に付箋を貼ってノーションに知識をストックしています。その下の段も書籍を取り揃えています。興味が湧いたものを Amazon でポチって時間があるときに読み進めるようにしています。Amazon で逐一ポチっていると本が無尽蔵に触れるので、ノーションにストックした後に何度も読み返したいと思える本以外は手放すようにしています。
棚も新陳代謝することで、お気に入りの書籍だけで棚を埋め尽くすようにしています。英語学習も地道に続けています。仕事で英語の資料を読むことも多いので、英語スキルを高めないといけないという義務感に駆られています。ただ、日々忙殺されているので、現状は AI に英文をぶち込んで翻訳してもらっています。書籍の左側には細かい引き出しも設置しています。この本のボックスや引き出しもすべて無印良品です。ここには文房具を入れていて、仕事で必要な時に即座に取り出せるようにしています。その下のボックスにはハードディスクを入れています。過去の動画データや家族の思い出などを大切に保管しています。昨今、ハードディスクや SSD が高騰しまくっていて、買い足すことができなくて困っています。手持ちのハードディスクでなんとかやりくりしています。棚の一番下には防湿庫を設置してカメラのレンズを保管しています。カメラは富士フィルムを愛用しています。レンズも少しずつ買い足して楽しんでいます。防湿庫の横にも小さな棚を置いています。電池、マイク、ハブなどカメラ関連の小さな道具を収納しています。棚の最上段にはお気に入りのグッズをディスプレイしています。まずは長年連れ添ってきた炊飯器です。ステッカーを貼ってデコレーションしています。カレーの風味が漂っていますが、これからも大事に残し続けます。ナレーション収録用のマイクも置いています。マランツプロを5年間使用し続けています。あとは旅行に行った時の思い出の品や、会社の先輩からいただいた大猿ベジータも飾っています。これは広告賞を受賞した時のトロフィーです。他にもトロフィーはありますが、名前が載っていて見バレの恐れがあるため、棚からは落選しました。他にはカメラやスマホの充電器を置いて、すぐに充電できる環境にしています。その横には奄美大島でもらった木製の駒と、海で拾った石を置いています。小さい方はお食い初めの石です。今後も良い石を増やしていきたいです。続いて、ワーキングチェアの紹介です。今までオフィスチェアやゲーミングチェアなどいろいろ試して悩み倒してきました。そんなところにちょうどメーカーの方から椅子をプレゼントしていただきました。リベルノボオムニプロというワーキングチェアです。早速こちらを組み立ててみます。開封の儀を行います。思ったよりもパーツは少なめです。ちょうどいいグレーの塩梅です。では、黙々と組み立てます。コロナ以前は毎日出社して働いていたので、自宅のデスク環境にこだわりは皆無でした。昨今、リモートワークの日も増えたので、自宅の仕事環境を整えておかないと仕事がはかどらず、自分の時間を失ってどんどん忙殺されるというサイクルに陥ります。
自宅の作業環境を整えておくと、作業効率も上がって、その空いた時間でさらなる仕事をできるようになりました。今の時代、自宅の作業環境を整えておくことは、社畜として必須科目になったように思います。組み立ては完了しました。あとはバッテリーを充電して、しばしの間待機します。電池で動作するワーキングチェアは初めて座るので楽しみです。息子も寝かしつけて充電も完了しました。では、座り心地をチェックします。座面は程よいクッション感で座りやすいです。ヘッドレストは高さだけでなく前後にも位置調整可能です。角度を変えられるので、長い首の人から短い首の人までちょうどいい位置で頭蓋を支えることが可能です。アームレストも滑らかに動きます。こうやって幅を狭くすることも可能です。この前後にスライドできるところは個人的にかなり嬉しいポイントです。作業するときに椅子をデスクに近づけて座るので、アームレストがデスクに干渉せずに座ることができます。座面は高さを変えることはもちろんのこと、ここのレバーを操作することで5段階のリクライニングが可能です。仕事に没頭するもよし、適度にサボってリラックスするのも良いです。そしてこの製品の魅力の一つでもあるバックレストです。8枚のパネルで構成されていて、背中のカーブや動きに合わせて絶妙にフィットしてくれます。この近未来的な骨格もたまりません。背面のクッションも程よい柔らかさで、労働で酷使した社畜の背中を優しく支えてくれます。企業努力を感じます。さらに、アームレストにあるスイッチを押すことで、腰のランバーサポートの位置を調整できます。無段階調整なので、ピタッと腰にフィットします。ここまで完璧に腰に合わせてくれる椅子に出会ったのは初めてです。シンデレラのガラスの靴かのような運命的なフィット具合です。いい椅子に巡り会えました。これから先も末永く体を支えてもらうとしましょう。では早速、おニューのワークチェアで作業としゃれ込みます。椅子を新調すると気分が乗って筆が走ります。作業に没頭していると体温が高まってケツが蒸し暑くなってきます。そんな時はこのボタンを押してエアフローモードを起動します。座面にファンが内蔵されていて空気を吸い込んでいきます。空気を送り込むのではなく湿気を吸い込んで逃がすので寒くなく適度な気持ちよさがあります。蒸れたケツがサラサラになっていきます。途中で離席すると自動でファンが停止して再度座るとファンが稼働してくれるのでバッテリーも無駄にしません。ずっと座りっぱなしだと腰や背中がバキバキになってきます。そんな時はこのスイッチを押して主にストレッチを起動します。腰部分が上下に動いて背中や腰を
ストレッチしてくれます。5分間、背面が自動で動き続けるので、身を委ねるだけでリフレッシュできるという代物です。この機能は過去に使ってきた椅子にはなかったので画期的です。フットレストも使用することで、よりリラックスした姿勢になります。今回紹介したこちらのリベルンドオムニプロの詳細ですが、概要欄にも記載しているので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。ただ、ワーキングチェアは結構根も張るので、実際に座ってから検討したいものかと思います。体験店舗もいくつかあって、そこで実際に座り心地を試せるので、お近くの方はぜひ一度足を運んでみるのもいいかもしれません。また、電動ということで、万が一故障など起きる可能性もゼロではありません。保証がしっかりとついているので、長く使用できます。椅子の次は、デスク周りを紹介します。デスクは、木製のものを使用しています。木材屋さんで、タモ材の天板を購入して、ウッドオイルを塗って自分好みに仕上げました。かれこれ6年は使用していて、そろそろ飽きが来始めています。デスクにはフレキシスポットというメーカーの昇降式の足を設置しています。スイッチを押すと高さを調整することができます。もともと僕はストレートネックで肩や首のこりがひどかったので、姿勢改善のために導入しました。立つことで綺麗な姿勢で作業することができます。おかげで今では首は改善して肩こりは消滅しました。なかなかお高い買い物でしたが、首が終わることを考えると導入して正解でした。デスクには32インチのクソデカモニターを設置しています。背面が白色でクリーンな印象を醸し出しているのが気に入っています。ただ、搭載している内蔵スピーカーは音質が終わっていて使い物になりません。なので、いい音を聞くためにヤマハのスピーカーを導入しています。スピーカーには詳しくないので、低音や高音などの音の良さはわかりませんが、なんとなく体全体を音が包み込んでくるような感じがします。作業用 BGM を聴きながら作業に没頭して深夜まで楽しく働くことができています。モニターはコフォのモニターアームで支えています。このアームの色は優しいマットな白色で主張も少なめなので好きです。自由自在に動きますが、その代償として結構ごついため壁との隙間が空いてしまいます。そして手元の作業スペースにはワコムインティオスプロのペンタブを置いています。大学生の頃に大学の備品でインティオスプロがあり、使用してからこの使い心地の虜になってしまいました。かれこれ20年はペンタブと連れ添っていて、デザイン作業にペンタブは欠かせません。キーボードは Apple マジックキーボードを使用しています。この浅いキーボードの打鍵感がたまらなく良いです。会社でも同じ環境で作業したいので、もう一台購入して会社に置いています。そして、作業する手首を守るために、リストレストを使用しています。キーボード、ペンタブ、マウスと腕が行ったり来たりします。知らず知らずのうちに腕に負荷がかかり、蝕んでいくので、リストレストでケアしています。長くなりましたが、これが
効率化を極めた社畜の40の作業部屋の全貌です。まだまだアップデートしていきたい箇所はありますが、かなり理想の形になってきています。今後もこの部屋で仕事に勤しんで、息子とローン返済のために働き続けようと思います。仕事もそこそこに切り上げて、アイスをいただきます。作業ばかりしていたので、息子は一足先に妻が寝かしつけたようです。では僕も今日は寝るとします。おやすみなさい。本日もご視聴ありがとうございました。